コンピュータの記憶装置は昔からフォン・ノイマン方式という設計が基本でした。命令とデータが同じ場所に格納されます。設計はシンプルで便利です。しかし、中央の制御装置と記憶装置をつなぐバスが細い道路のようになり、車、データの流れが渋滞します。この渋滞が、フォン・ノイマンボトルネックです。この問題を解決するために登場したのが高速キャッシュです。小さな倉庫、SRAM ベースのメモリーによく使う材料を先に置いておきます。そうすれば、バスへの往復回数が減り、全体の速度が上がります。これが現代のハイパフォーマンスコンピュータの土台です。次に、メモリシステムの権威であるブルース・ジェイコブ氏の考え方に移ります。彼は、メモリの設計を論理と物理の両面から見ることが大切だと言いました。著書、メモリシステムズでは、DRAM セルの構造やリフレッシュ周期、バンク間の並列性、エネルギー効率の取引が詳しく説明されています。特に注目すべきは、バンク構造です。DRAM は複数のバンクに分かれています。各バンクは独立して下りと列の住所を操作します。例えば、スーパーのレジが複数あり、同時に会計できるようなイメージです。これにより、別々のバンクへ同時にアクセスでき、待ち時間、レイテンシーが短くなります。ジェイコブ氏は、バンク競合を減らすために、XOR ベースの住所割り当てや、オープンページポリシーを提案しました。これらの工夫は、後の DDR シリーズや HBM の高帯域設計に受け継がれました。ヘネシーとパトソンが強調したコンピューターアーキテクチャ、定量アプローチでは、CPU とメモリの間の道路幅を広げるマルチチャンネルアーキテクチャの重要性が語られています。デュアルチャンネルやクワッドチャンネルは、複数のメモリモジュールを同時に走らせ、相帯域幅を倍にします。さらに、SRAM から DDR への世代交代で導入されたダブルデータレート方式は、クロックの上昇と下降の両方でデータを送ります。結果、実行転送速度が飛躍的に向上しました。ヘネシーとパトソンは、帯域を広げても遅延を抑えるバランスが設計の鍵だと指摘しています。ここからは DDR シリーズの変遷です。DDR4 は、電圧が 1.2V で最大3200メガトランスファー秒の速度を出しました。バンクは8または16に分かれ、レイテンシは CL15 から 17でした。次に登場した DDR5 は、電圧を 1.1V に下げ、オンボードの SCC 機能を標準装備しました。さらに、1枚のチップに2つの独立した32ビットサブチャンネルを持ち、帯域は3200から6400メガトランスファー秒に倍増しました。レイテンシは CL22 から40に少し伸びましたが、エネルギー効率は大幅に改善されました。現在開発中の DDR6 は、1チャンネルあたり 128GB 秒以上を目指し、電圧は 1V 以下に抑える計画です。ただし、信号の整合性や熱の管理が新たな課題として浮上しています。DDR の限界を超えるため、業界は HBM という 3D スタック型メモリに注目しました。薄い DRAM チップを垂直に積み重ね、TSV でロジックチップと直接結びます。配線長が短くなるので、レイテンシと消費電力が削減されます。HBM1 は4層スタックで約 128GB秒、HBM2 は8層で約 460GB秒、HBM3 は12層で 890GB秒に達しました。HBM3E は TSV 道を 0.2mm 以下に微細化し、ピッチを10マイクロメートル以内に収め、500GB秒超の帯域を実現しています。これらは GPU アクセラレータと組み合わせ、AI や化学シミュレーションの大量データ転送要求を満たす重要な役割を果たします。しかし、HBM の高密度積層は熱問題を伴います。
垂直に隣り合うメモリバンクは熱が局所に集中しやすく、温度上昇がレイテンシやエラー率に直結します。研究では、隣接バンクから短時間に高エネルギーの熱パルスを注入するサーマルパフォーマンス劣化攻撃が指摘されています。これは正規の作業と見分けにくく、設計段階のセキュリティテストや OS のメモリ管理を回避できる危険があります。対策としては、熱伝導性の高いシリコンインターポーザーの採用や、液冷、マイクロチャネル冷却といった高度なサーマルマネジメント技術が必要です。さらに、TSV 自体が電気ノイズを発生しやすいため、信号イコライザや同周波数スケーリングで電源インピーダンスを最適化し、信号品質の劣化を防ぎます。GPU アクセラレータの観点から見ると、HBM は GPU 内部の共有メモリや L2 キャッシュと連携し、データ搬送の渋滞を大幅に減らします。例えば、NVIDIA の A100 は HBM に E を搭載し、相対域幅が 5.3TB 秒に達します。AMD のインスティンクトシリーズも同様に HBM3 を採用し、演算ユニットとメモリの距離を極限まで縮めています。これにより、行列演算やディープラーニングの学習時間が従来の数分の1に短縮され、実用な AI システムの普及が加速しました。ブルース・ジェイコブ氏が提唱したメモリシステムのエネルギー効率も再考しましょう。DRAM はリフレッシュに要するエネルギーが無視できませんが、DDR5 以降はオンチップの電力管理 IC、PMIC でリフレッシュ間隔や電圧を動的に調整し、消費電力を最小化しています。HBM でも、スタックごとに独立した電源供給と電圧レベルの最適化が行われ、熱生成を抑えつつ高帯域を維持する設計が主流です。これらは、ジェイコブ氏が指摘した性能とエネルギーのトレードオフを克服した具体例です。将来を見据えると、HBM4 と HBM4E は、TSV のピッチをさらに狭め、スタック層数を16層以上に増やすことで、1.5TB 秒以上の帯域を目指しています。同時に、磁気抵抗メモリ、MRM、や抵抗変化メモリ、DRAM といった不揮発性高速メモリが、データ保持と低レイテンシを両立させる候補として注目されています。特に MRM は、書き換え回数が無制限でナノ秒オーダーのレイテンシを実現できるため、将来に GPU と HBM のハイブリッドスタックに組み込まれる可能性があります。さらに、メモリ内演算、PIM という概念が、ノイマンボトルネックを根本的に回避する手段として期待されています。PIM は DRAM セル内部に簡易な論理回路を配置し、データを外部に出さずに演算を完了させます。これにより、データ転送回数が劇的に減少し、レイテンシが10倍以上短くなると予測されています。HBM と PIM を組み合わせたハイブリッドメモリスタックは、AI 推論やリアルタイム画像処理など、超高速かつ低消費電力が求められる領域で革命的なプラットフォームになるでしょう。最後にまとめます。まず、ノイマン方式がもたらすボトルネックは、帯域とレイテンシの二律背反として長年課題でした。ブルース・ジェイコブ氏のバンク構造最適化と、ヘネシー・パトソンのマルチチャンネル戦略が、DDR シリーズの帯域拡大に貢献しました。DDR4 から6へ進む過程で、電圧低減とサブチャンネル分割がエネルギー効率を向上させ、同時に信号整合性と熱管理の課題が新たに浮上しました。HBM は TSV による 3D スタックで帯域を飛躍的に高め、GPU アクセラレータと組み合わせることで、AI や化学計算の性能壁を打ち破ります。一方で、サーマルパフォーマンス劣化攻撃や TSV ノイズといった新しい脅威に対しては、液冷やインターポーザー素材の改良、信号イコライザの導入が不可欠です。将来は MRM や PIM といった次世代メモリが、データ保存と演算を融合させ、真のメモリ中心コンピューティングへと舵を切ります。このシステムは、従来の固定的なやり方に比べて、
データの待ち時間を2割以上減らし、電力消費も3割ほど抑えることができたと報告されています。ヘネシーさんとパトソンさんが示したたくさんのコアを持つプロセッサ時代のメモリ帯域を広げる戦略も最近の接続技術と深く関わっています。特に交差点のようなネットワークと輪っかのような形を組み合わせたハイブリッドリンクアーキテクチャという設計が注目されています。これはそれぞれのコアが独立したメモリ通路に直接アクセスできるようにしたものです。理論上はコア数の2乗に比例してデータ通路を広げられます。この考え方は最新の多コア GPU に取り入れられ始めており、実際にはこれまでより4倍以上のデータ処理能力向上が確認されています。次に DDR シリーズの進化を年代順に見ていきましょう。第1世代の DDR は記憶容量を増やしながら書き換え周期を短くすることで初期の渋滞を解消しました。第2世代からはチップ内部の電圧調整回路が進化し、電圧を段階的に下げる手法が導入されました。その結果、セルあたりの消費電力は前世代の半分以下になり、熱問題に余裕が生まれました。第3世代の DDR5 では、データ通路を広げるとともに、信号をきれいに保つ補正回路が新たに組み込まれ、実際に送れるデータ量は2倍以上に跳ね上がりました。HBM の変化も見逃せません。HBM3 は、積み重ねたチップの中にある垂直通路の間隔を極めて細かくし、層と層をつなぐ密度を飛躍的に高めました。これにより、一つの積み重ねあたりのデータ転送速度は前世代の2倍以上に達し、GPU との連携において、共有メモリ領域が劇的に広がりました。さらに、HBM4E では、積み重ねごとに独立した電源管理装置を配置し、電圧ノイズが互いに干渉し合うのを最小限に抑える方式が採用されています。このやり方は、電源変動による誤作動リスクを減らし、長時間稼働時の熱蓄積を抑える効果があります。TSV 技術の革新は、垂直通路の微細化と相関絶縁材料の改良にあります。初期の TSV は金属配線幅が数十ナノメートル程度でしたが、最新の製法ではそれを数ナノメートルまで縮小し、電気抵抗を極限まで減らしています。この細分化は、光検査技術の向上と合わせて欠陥検出率を飛躍的に上げ、大量生産のぶどまり改善に直結しています。また、絶縁層には電気を蓄えにくい材料が使用され、余計な電荷蓄積を抑えつつ高速信号伝達が実現されています。データ通路の広さと待ち時間のバランスについては、従来の幅優先戦略から深さ優先戦略への転換が議論されています。具体的には、データ列を細かく分割し、多数の小グループに分散配置することで同時アクセス数を増やしつつ、個々の待ち時間を短縮する手法です。このグループ分割の最適化は、特に画像処理や機械学習の計算で有効で、実験では処理時間が3割以上短縮されました。データ通路で起きる渋滞への根本対策として注目されているのが近接演算アーキテクチャです。これはメモリ内部に簡易計算回路を埋め込み、データを外部に運び出さずにその場で計算を完了させる考え方です。これにより、CPU とメモリ間のデータやり取りが大幅に減ります。実装例として、電源を切ってもデータが消えない MRM に、足し算や比較を行う計算セルを搭載した試作機が開発されました。この試作機は、標準的な行列計算で7割以上のエネルギー削減と10倍以上の待ち時間短縮を実現しています。GPU アクセラレータとの協調動作に関しては、通路を広げるだけでなく、データ位置を意識した効率的な割り振りアルゴリズムが鍵となります。例えば、処理単位ごとにメモリ要求を事前に予測し、HBM の適切なグループへ割り振る手法は、処理能力向上に大きく寄与します。この手法は、GPU 内部の共有メモリと HBM 積み重ねが同一リズムで同期される環境で特に有効で、実際には映像フレームレートが2割以上向上しました。熱管理の最前線では、液体冷却が依然として重要視されていますが、最近では相変化冷却素材の導入が試みられています。
相変化素材は熱吸収時に固体から液体に変わることで大量の熱を吸収し、急激な温度上昇を防ぎます。この素材を HBM 積み重ねの周囲に薄く配置すると、ピーク時の温度上昇を摂氏20度ほど抑え、高負荷長時間稼働でも安定した性能を維持できます。さらに、熱を電気に変換する熱回収モジュールを併用すれば、放熱の一部を電力に戻し、システム全体のエネルギー効率を向上させることが可能です。将来の展望としては、DDR7 世代と HBM5 世代が共存することが予想されます。DDR7 は記憶構造を3次元に積み重ね、各層が独立して書き換え制御を行う仕組みを実装します。一方、HBM5 は光ファイバーを利用した光通路を採用し、電気信号の限界を超える超高速通信を実現します。この組み合わせにより、全体の通路はこれまでの10倍以上に拡大し、AI 推論や科学シミュレーションの規模が飛躍的に広がることが期待されています。セキュリティの課題についても触れておきましょう。メモリ積み重ねは物理的に密集しているため、横方向からの攻撃や電磁波を利用した情報漏洩リスクが高まります。対策としては、積み重ね内部に暗号化計算ユニットを埋め込み、書き込み時に即座に暗号化し、読み出し時に複合する仕組みが有効です。また、電源ラインに意図的にノイズを混入させ、外部測定を困難にする防御策も研究が進められています。メモリシステム全体を俯瞰すると、歴史的背景と主要人物の功績が浮かび上がります。1970年代後半、スタンフォード大学のブルース・ジェイコブらが提唱したキャッシュ一貫性プロトコルは、複数プロセッサ環境でデータ整合性を保つ基盤を築きました。彼の研究は、後にメシやモーエシなどの規則へと発展し、現代の CPU と GPU が共有するキャッシュ設計に欠かせない要素となっています。特に、ジェイコブが指摘した拡張性の壁は、当時の通路幅や動作速度の限界を示す警告として、後続設計者に大きな影響を与えました。ハーバード大学とスタンフォード大学の共同執筆による、コンピューターアーキテクチャは、メモリ通路の広さと待ち時間の関係を数値解析した最初の教科書として広く知られています。この本で紹介されたメモリ階層最適化モデルは、DRAM から SRAM、レジスタまでの各層のコストと容量比を式化し、設計者が得失点を明確に評価できる枠組みを提供しました。このモデルは、DDR4、5、6の世代交代に伴うタイミング変化の予測にも有用で、多くの半導体メーカーが計画策定に活用しています。DDR4 から5への移行期に注目すべきは、転送速度の倍増だけでなく電力効率の改善です。DDR5 では、チップ上の電源管理やプレビューレジスタなど新機構が導入され、セルレベルで自己書き換えと動的電圧調整が可能になりました。さらに、DDR6 の開発計画では、データ通路を64ビット単位で細分化し、複数独立チャンネルを同時に動かすマルチチャンネルパラレルインターフェースが提案されています。この方式は TSV 技術と組み合わせることで、チップ内部配線長を劇的に短縮し、電気ノイズや不要な蓄電を減らします。HBM 系列に関しては、HBM3 が採用したパイプラインドデータリレー方式が画期的です。データは4つの通路ごとに分割され、それぞれが独立したタイミング制御を持つことで、同時に8つ以上のグループへ並列書き込みが可能になります。HBM4 や 4E では、これに加えて端末間のエラー訂正機能が標準装備され、ビットエラー率を極めて低く抑えることが実証されています。さらに、光通路を併用したハイブリッド HBM 構想が進んでおり、これにより電気信号の限界を突破し、帯域幅を1テラビット毎秒以上に拡張することが期待されています。近年注目される TSV の微細化は、金属配線幅を5ナノメートル程度まで減らすだけでなく、通路自体の形状を円錐型に最適化するテーパ型 TSV 手法が主流です。この形状変更により、熱膨張による応力集中が緩和され、積み重ね全体の信頼性が向上します。また、
絶縁層に使用されるポリシラン系ハイドロゲルは、誘電率を3割削減しつつ機械的強度を維持できる点が評価されています。これら素材の革新は、TSV を用いた高速接続の実装コスト低減にも直結しています。通路の広さと待ち時間の最適化に関する最新研究として、ディープバンクレイヤリングという概念があります。これは平面のグループ配置を3次元に積み重ね、各層が独立した先読みユニットとアクセスルールを持つことで、同時アクセス数を指数関数的に増やす手法です。実験に256場、メモリと演算を組み合わせた新構造、DVL スタックを用いた行列掛け算テストでは、従来の 2.3 倍の速度で処理でき、待ち時間も 35% 短縮されました。これは特に深層学習で使われる巨大テンソル演算で効果が現れています。この成果を上げるためには、GPU アクセラレータとの連携が欠かせません。GPU とメモリスタックをうまく制御するために、命令を並列処理する方法に加えて、データを並列処理する方法を取り入れたスケジューラが開発されています。例えば、NVIDIA のテンソルコア向けに最適化されたバンクアウェアスケジューリングアルゴリズムがあります。この方法では、スレッドブロックごとのメモリアクセスパターンを分析し、競合が起きそうなバンクを事前に回避するために、動的にバンク割り当てを変更します。実測では、同一 GPU 上で半精度不動小数点の行列掛け算を行った際、フレームレートが最大 28% 向上し、エネルギー消費は 12% 減少しました。熱管理の最新技術では、相変化素材に加えて、ナノ流体冷却も使われ始めています。銀ナノ粒子を分散させたエチレングリコールベースのナノ流体は、熱伝導率が従来の水冷却剤の 2.5 倍あります。これにより、ピーク時の温度上昇を15度以内に抑えることができます。さらに、熱伝変換素子をスタック基板に直接組み込んだ熱伝ハイブリッドモジュールは、発生熱の 5% 程度を電力に変換し、システム全体の電源効率を 3% 向上させました。将来のメモリ構造として注目されているのが、メモリ内コンピューティングです。これは計算と記憶を一体化した技術で、MRM や PCM といったメモリに演算ロジックを組み込むことで、データ移動を最小限に抑え、エネルギー効率を大幅に向上させます。特に、MIT の研究チームが開発したスピントロニックニューラルネットワークは、磁気トンネル接合を使った加算機と乗算機を同一セルに実装し、画像認識タスクで 0.8 マイクロジュールあたりの推論という驚異的なエネルギー効率を実現しました。セキュリティ対策として注目されているのが、サイドチャネル体制暗号化です。これはメモリスタック内部の電源ラインとクロックラインに対し、ランダムな位相シフトと偽装ノイズを注入して電磁放射や電力解析攻撃からデータを守ります。例えば、サムスンの HBM4E のプロトタイプでは、AS256 暗号化エンジンをチップに組み込み、暗号化処理の待ち時間増加を 5% 未満に抑えつつ、側面漏洩測定で120デシベルの信号減衰を達成しました。次に、実際のハードウェア設計で直面する設計トレードオフの具体例を掘り下げます。1970年代、当時の DRAM 設計者は容量拡大よりもアクセス時間短縮に注力しました。セルサイズを小さくするたびに規制容量が支配的になる壁にぶつかり、この経験が後のスケールアウト戦略の基盤となりました。スケールアウトとは多数のチップを横につなげて相対域幅を確保する方法で、現在のスタック型メモリでも同様の考え方が応用されています。TSV を微細化する技術は、半導体製造ラインのウェイハレベルパッケージングへの移行と深く関係しています。ウェイハレベルパッケージングが主流になった2010年代初頭、業界は従来のボンドワイヤー方式から直接スタック接続へとシフトしました。これに伴い、TSV のぶどまり工場が不可欠となり、
リア形成工程のプラズマエッチングパラメータ最適化やエッチング後の表面再構築プロセスで酸化膜を極す隙化する新レシピが鍵となりました。このレシピは当初は失敗率が数%しか出ませんでしたが、ある大手メーカーがインライン監視システムを導入した結果、欠陥率を10倍以上低減させ、量産化への道を切り開きました。帯域幅と待ち時間の両立を目指す研究として、近年注目されているフォトニックインターコネクトオンチップがあります。これは電気信号ではなく光子を使ってチップ内部を高速伝送する技術です。波長分割多重を活用すれば、単一ビアあたり数百ギガビットのデータレートが実現可能です。実験室レベルでは、シリコンフォトニクス基板上に1マイクロメートル幅の光シルベナ虹を配置し、従来の金属配線と比較して RC 限界を完全に回避できたことが報告されています。この成果は、特に AI 推論アクセラレータのデータフローモデルにおいて、メモリと演算ユニット間のボトルネックを根本的に解消する可能性を示しています。メモリ内コンピューティングの実装例として、2022年に発表された抵抗変化型メモリベースの行列演算エンジンがあります。このエンジンはカクセルが加算と乗算の二重機能を持ち、行列積算をメモリレベルで完結させることで、データ搬送に要するエネルギーを従来の20分の1に削減しました。興味深いのは、このエンジンが FPGA と組み合わせて動作した際、既存の GPU アクセラレータと同等のスループットを保持しつつ、熱設計電力を半分以下に抑えられた点です。この実証は、将来汎用プロセッサが計算と記憶を組み合わせたハイブリッドアーキテクチャへと進化するシナリオを裏付けています。熱管理の新潮流として、相定義材料を利用した自己調整冷却層が提案されています。相定義材料は温度が臨界点を超えると鮮熱を吸収し、急激な温度上昇を平坦化します。実装例では、チック表面に薄膜状の相転移合金を蒸着し、不可増大時に自律的に相変化を起こすことで、ヒートシンクへの熱流速を 30% 程度削減できました。この技術はデータセンターの高密度サーバーラックにおいて、冷却コスト削減とエネルギー効率向上の双方を実現する有望な手段として期待されています。セキュリティ領域の最新動向として、量子化に配布対応メモリインターフェースが研究段階に入っています。量子化に配布は光子の変更状態を利用して暗号鍵を共有する方式で、通信路だけでなくメモリバス自体に量子暗号を組み込むことで、中間者攻撃やリプレイ攻撃に対して理論上無条件の安全性を提供します。プロトタイプでは、シリコンフォトニクスと組み合わせた光学鍵交換回路をメモリスタックの制御ロジックに統合し、鍵更新周期をミリ秒単位に短縮することに成功しました。これにより、AI 推論時に大量に流れる機密データもリアルタイムで量子暗号保護された状態で処理できる見通しです。次回は、これら先端技術を実装する際の CAD ツールチェーンの選定基準と、シミュレーション結果を実測データにマッピングする手法を、具体的なコード例とともに詳述します。高度な最適化プロセスを体系的に習得し、次世代メモリシステムの設計に即座に活かせる知見を提供します。